こんばんは、わこです。今日はほぼ日手帳の毎100を作っていきたいと思います。4冊あるので、それぞれ別々の内容を書いていきたいと思うんですが、まず今日の動画では持ち歩き手帳の2冊の毎100を書いていきたいと思います。なので今回書くのはこのスニーカーとアベック、この2冊になります。持ち歩き手帳なので日頃見返せるようなそんな内容の毎100にしたいと思っているので、この2つに関してはまずはこちらのアベック。アベックは、基本的にはこのバーチカル、本業用に使うバーチカルと、あとは YouTube とかノートのアイデア帳として使うオリジナルのアベックを入れています。そしてこのアベック、前半部分に毎100がちゃんとついてるんですね。なのでここをね書いていくんですが、このアベックの毎100には今年やりたいことを書いていきたいと思います。そしてこちらのスニーカーですね。こちらのスニーカーには習慣化したいことを書いていきたいと思います。では早速始めていきます。とりあえず途中までできました。でまた中身はもう一個の手帳を書いてから説明します。じゃあ今度こっちは、習慣化したいことを書いていきます。ということで一旦書き終わりました。この2冊、今回毎100を書いたのはこの2冊で、どちらも一番持ち歩くであろう手帳になります。このアベックには2026年やりたいことリストを書きました。で、カテゴリー分けしているので、カテゴリーのところは色で塗っているんですけど、今ね、67個あります。カテゴリー分けしたけど、その後で思いついたことをね、カテゴリー分けされないまま、この下線を引いた後ろに書き足していっている感じで、こんな風に、まだね、あと3ヶ月ぐらい、2026年まであるので、書き足していこうと思います。で、去年もそうなんですけど、私これ書くのは好きなんですけど、見返さないんですね。去年のね、お見せすると、去年は、こんな感じでね、コーピングリスト、これ、
ホーピングリストを作っていたんですね。結局これも全然見直さなかったですね。見直さなかったので、63で止まってる。こんなこと書いてたんだってなってしまって、もったいないなと思ったんです。なので、今回はちょっと変えまして、で、まずはこのページを見に来るっていうことが大前提なんですが、たくさん細かいやりたいことリストを書いている中で、大きな5つをここに挙げたんですね。で、まずは旅の計画を立てること。そして、旅の荷物の軽量化を目指すこと。そして、YouTube とノートの更新、今度こそ更新できるように、おサボりしないように頑張ります。そして、英語とスペイン語の勉強をすること。そして、断捨離ですね。で、私すごいね、物をたくさん持つ人間なんです、昔から。なんですけど、やっぱりね、そろそろ物を減らしていくっていう作業に移ろうかなと思っていて、これも断捨離っていうテーマで話を別の動画で撮りたいなとは思ってるんですけど、少しずつ減らしてシンプルな暮らしを目指したいなと思っています。多分ミニマリストは無理だと思うんです。なんか心配で。なので、とはいえ、多分物はすごく多いので、暮らしも軽量化していこうかなと思って、断捨離をね、今年の秋から来年1年間の目標にしたいと思っています。そして、スニーカー。こちらには習慣化したいことを書きました。習慣化したいことも、やっぱりやりたいこととつながっているんですね。で、たくさん書いているんですが、やっぱり大きなところは忘れないようにと思ってここに書いてます。まずは熊野古道。例えば、熊野古道のために何をするかっていうと、私が大嫌いなストレッチをちゃんとやっていこうとか。私ストレッチ本当に嫌いで全然しないんですけど、やっぱり可動域が広い方が健康維持につながるということは理解しているので、やっぱりたくさん歩く、これからね、たくさん距離を歩いていくわけなので、可動域を広げて、何年経っても自分の足で歩けるような、年の取り方をしたいなと思ってストレッチをしようと思いました。そして、1日8000歩歩くとか、あとはスクワット10回。まずは10回から始めて、10回って言っても10回で止まらない時とかあるじゃないですか。で、全然やりたくない時は、とりあえず10回やってみようみたいな感じで始めて、調子が良ければそれ以上スクワットして、訓練、鍛えていきたいと思います。そして、習慣化したいこと。2つ目は YouTube とノートの更新。何回も言ってるんですけど、去年は、何月から止まったか。だいぶ止まってましたね。ほぼ、だいぶ止まってしまいましたので、今回は更新できるように頑張りたいと思います。そして、英語とスペイン語の勉強。それから断捨離ですね。これも習慣化としてやっていきたいと思います。そして最後に読書です。読書も私本当に単純で秋にしか読書欲が湧かないんですね。で、先々週と先週末で合わせて7冊本を買ってきました。これをね、今読んでるとこなんですけど、これもね、また動画にしたいと思っているんですが、その読書欲が湧く、秋限定の趣味ではなく、習慣ではなく、月に1冊でもいいから読めるようになりたいなと思っています。はい。ということで、今回はこのアベック、オリジナルのアベックとスニーカーの2冊のマイ100を作ってきました。次回は本と、こち
ちらの本とドッツの満100リストを作っていきたいと思います。また来週もぜひ見に来てください。それではまたお会いしましょう。